はーい、こんばんは、はるけです。今回は RTTK 選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。本日からですね、開始をされた RTTK の選手たちをティアリストに含めてます。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。こちらが新イベント RTTK のティアリストになります。まず D はですね、EL のシルディリアですね、シルディリア。まあこの選手、そこまでね、悪くはないですけど、やっぱり逆足が3という風な、部分、あとは単純な能力っていうのが足りない。そして、プレイスタイルに関してもロングスローしかついてないという風な感じになるんで、金の選手、金の、それなりにみんなに使われてるような、サイドバックの方が強いかなという風に感じて、ちょっとこう、特殊カードとしては、物足りなさっていうのは、いろいろ感じるかなっていう風に思いますね。能力がね、また上がれば、また変わる可能性は十分あるんですけれども、ちょっとこの83の、シルデリアだとそこまでかなという風に思って、今回 D にしてます。で、そして C ですね。C はですね、目標で来ましたレイナ。そして、マチャドをですね、この2名を入れました。目標で来たレイナに関してはですね、そこまでこの人も全然悪くないし、それなりに使い方はあるかなというふうに思います。ドリブルはね、結構軽くって、ある程度、スピードもあったりはしますし、プレイスタイルも、普通についてるので、全然ありかもしれないけど、単純に逆足2っていうのが、他の選手でいいなという風に感じさせる、要因ですね。で、あとはやっぱり、この人はもちろん能力自体はね、めっちゃ高いっていう風なわけでは、ないですし、ちょっとそういう風なところが個人的には残念かなという風に思います。で、そして、マチャドですね。CL のマチャド。マチャドは、サイドバックとしてもちろんペースっていう風な部分があるのは素晴らしいと思います。で、この人も、サイドバックとしては逆足が3かな。なんで、ちょっとこう逆足で蹴った時はパスが緩くなったりとか、カットされやすくなりますね。で、普通にこう攻撃に出ていく速さだったりとか、は、先ほど言った通りあるんですけれども、やっぱり守備面っていう風なところはどうしてもちょっと能力的には弱いかなという風な部分で、ここまでかなという風に感じて、この C にしてます。で、そして B ですね。B はですね、カンファレンスリーグのフィオレンティーナのドゥドゥですね。そして CL のウィーファーですね、ウィーファー。この2名を入れたんですけれども、ドゥドゥに関しては、マチャドだったりとかの上位互換かなと思います。ペースも速いし、もちろんディフェンス能力っていうのはそこまでないし、フィジカルもなくて、身長もね、結構低くて、これとも逆足が3かな。なんですけど、それでも、やっぱりこう、攻撃性能っていうのが、この人の方がまだ、若干はありますし、それなりにこう、総合的に見ると強さっていうのはあるなと、いうふうに思いますね。個人的にはですね、B には入るかなというふうに思います。で、そして、ウィーファーですね、ウィーファー。ウィーファーはですね、結構身長も大きくって、どちらかというとですね、風見ろタイプ。デヨングだったりとか、ベリンガムだったりとか、とは違って、どっしり構える。風見ろ、ロドリー、あとはファビーニョみたいな、そういう風なタイプの選手になりますね。単純に能力自体はね、そこまで高くはないんですけど、それでも、やっぱりこう、守備能力っていうのは全然ありますし、あとはプレイスタイルもね、意外と持ってるので、体では負けない。フィジカルコンタクトでは負けないっていう風な、ね、力を持ってるんで、守備の選手としては十分やれるかなっていう風には思います。ただ攻撃のところ、この人も逆足が3だったりとか、パスもめっちゃうまいっていうほどではないんで、そこで気になる人っていうのはいるかなという風に思います。そして A と B の間にいるのがですね、SBC で来ましたブルーノ・ギマライスですね。ブルーノ・ギマライス。ギマライス自体、金の時
はですね、そこまで、悪くはなかったんで、能力上がって、普通に強さっていうのはあるというふうに感じますね。ただこの人3-3なんで、ちょっと特に中盤の選手なんで逆足かな。逆足さんっていうのは、気にはなってしまうかなというふうに思います。能力のね、バランスもある程度良くて、スピードもある程度あって、シュートもある程度打てて、ドリブルも軽くてね、冷静さだったりとかリアクションもね、高いっていうのは素晴らしいですし、やっぱり能力が高いだけに、ちょっとこう、3-3っていうのが、若干、気にはなるかなっていう風には思いますね。で、そして続いては A ですね。A はですね、フート、そしてジェコ、そしてライマー、そしてオペンダ、そしてカルル、そしてデパウル、そしてメルテンス、そしてペドロ・ゴンサルベス、そして最後ボヌッチと、この選手たちを入れました。フート、女子選手のね、カードなんですけれども、まずね、なんだこの女子選手を無理やり追加した感。それがね、ちょっとどうなんとは思いましたけど、ただ非常にいい選手ですね。スキル逆足44でですね、能力も普通に高いですね。ペースもある程度あって、決定力とかはね、そこまでないですけど、ドリブルが軽くてね、パスも出せるという、そんな選手になります。で、プレイスタイルがこの人も結構良くて、いろいろ持ってて、パスも出せるし、あとはなんか守備のね、プレースタイルも若干ついてるので、前線、サイドとかで、この人でカットして、そのカウンターとかっていうのもできますね。なんでこの人も結構いいんじゃないかなという風に感じますし、悪くはないかな。スカットにさせるんだったら十分強いなという風に思います。で、そして、カンファレンスリーグですね、ジェコです。ジェコ。フェネルバフチェに移籍を、してですね、特殊カードで来たんですけれども、ジェコはですね、ペースがめちゃくちゃ上がってます。やっぱりペースはどうしても大事には、なってきますし、金のね、ジェコはね、そこまで強くはなかったんですけど、さすがにやっぱペース18上がり、してるんで、かなり強くなってる。別人ぐらいに変わってるなという風に感じます。そして、逆足も5っていう風なことと、決定力もね、高いんで、ストライカーとしては十分だなと。決めきる力っていうのは十分、高いですね。冷静さも92あるので、非常に素晴らしいなと思いつつ、あとはスキルが3っていう風なとこ以外は、普通に十分やれる選手だと思います。プレイスタイルもね、この、ジェコって身長高くて193センチぐらいあるんですけど、そのデカさを持ちながらもプレイスタイルでね、テクニカルっていうのを持ってるので、デカさがありながらもヌルヌルいけるという、コントロールスプリントも、使える。よりなんか効果的に使えるっていう選手になるので、個人的にはちょっとかなりまたここから能力が上がるんだったら非常に楽しみだなというふうに思います。で、そして、ライマーですね。シエル・バイエルンの選手になるんですけど、ライマー自体金の時から非常に強かったですね。十分戦える選手で、そこから OVR プラス2をされて、能力も非常に素晴らしくなってますね。どちらかというと、この人も守備的な選手になるんですけれども、フィジカル自体はね、弱いと思います。能力的に弱いんですけれども、やっぱりこう、プレイスタイル、今作プレイスタイルっていうのがあって、その中でなんかブルーザーだったりとか、あとは容赦なしだったりとか、もうついてますし、ブロックに関してはね、金の、プラスになってるので、やっぱりここは非常にでかいかなと思いますね。単純に、この人もね、3-3で、逆足が3っていうのはちょっと、残念なところではあるんですけれども、ブルーノ・ギマランイスの単純な上位互換と思ってもらえたら一番イメージ近いかなというふうに思います。で、そして、オペンダですね、オペンダ。この人もいいね。やっぱり前線の選手として、まずスピードと、ドリブルの細かさ、軽さっていうのがある。これは非常に素晴らしいですね。多くの方が使いやすいと感じる、選手にはなりますし、スキルは3なんですけど、その細かさと、あとはこのスピードの緩急だったりとかを使えば、今作まだ開幕では、十分使えるというか抜ける、選手になるんで、自分は全然ありだなっていう風には思いますね。強いて言えばやっぱり冷静さが81しかないっていう風な、
まあところがちょっと気にはなるところではあるんですけど、まあただ、この本当に開幕の時期でいくと81点別にそんなに悪くは、ないんで、かなりこの人も、強さっていうのはあるなというふうに感じますね。で、そして、カルルですね。カルル、ミランの選手なんですけれども、カルルはね、普通に使えます。普通に強いっていう選手、ですね。まあ、無難に守備も、やってくれるし、あとはスピードの遅さっていうのもね、なくて、個人的には全然ありだなっていう風には感じますし、あとはリアクション冷静さも80後半あるっていうのは素晴らしいなと、思います。単純な守備能力に加えて、ここがね、高いっていうのは個人的にはありだなっていう風には思いますし、まあ、君もね、いいので、結構使われる選手にはなるかもしれないですね。あとはミラン、もしかするとアップグレーね、後々される可能性もありますし、結構値段も高いんじゃないかなと、思ってます。で、そして、デパウルですね。デパウル。まあ、デパウルもですね、非常に中盤としては素晴らしいです。能力のバランスも良くてですね、まあ、ペースもあって、スピードもあって、単純にシュートも打てて、ドリブルもね、全然持てる軽さっていうのはある程度あるんで、で、パスも上手いし、で、守備も普通にできる。まあ、フィジカル強いっていうのはこの人は、まあ、いいですね。そんなになんか体で取りきれないっていうことも、ないですし、かなりありかなというふうに思いますね。まあ、純粋にこの人も使われるんじゃないかなっていうふうには思う。まあ、ちょっとケミが、いいのか悪いのかね、まあ、わからないところで、この人はあと逆足が、この人も3なんですけど、ただ、結構自分的には強いかなというふうに思います。で、そして、メルテンスですね。メルテンス、ガラタサライのメルテンスですね。メルテンス非常に能力上がりました。もともと81かな、金の時81だったんで、そこからプラス6をされて、この人も、まあ、ジェコ同様、結構金の時から強くなったなっていう風に思う。ちょっと別人レベルに変わってるなという風に思いますね。この人も非常にドリブルが軽くって、まあスピードはオペンダほどないんですけど、まあそれでもパスが上手かったりとか、どちらかというとなんか ST っていうよりかは、まあやっぱりこうキャムだったりとか、まあパスだったりとかを散らしながら最後自分のこうドリブルのタッチだったりとか細かさで相手をずらして打つみたいな、そういう使い方が一番いいかなというふうに思いますね。冷静さも89なんで、結構この人もありかなっていうふうには思います。まあこれでね、またスキルが5とか、あったら、よりなんか強さっていうのはあったんですけれども、まあそれでもね、44でも十分なんで、まあメルテンスも、非常に強くなった、能力上がって、使えるようになったなというふうに思います。で、そして、EL ですね。EL のペドロ・ゴンサルベスですね。ゴンサルベス。能力的には、そこまで高くないですよ。OVR84 なんで。高くないんですけれども、まあ普通に、それぞれ、まあ、ある程度あるっていう感じですね。能力的に。ペースもあって、まあ、シュートも打てて、ドリブルも軽いし、この人もドリブルも軽い選手で、パスも上手い選手なんで、まあ、ちょっとメルテンスチックな、選手になりますね。非常に持ちやすい、選手で、この人は能力がもちろんそれだけちょっと84弱いんだけど、プレイスタイルがね、結構ついてて、非常にそこが、まあ自分の中で A ランクに値する部分、総合的に見ると A に値した部分かなっていう風に思うので、結構ね、もうなんかいっぱいいろいろついてるので、パス面だったりとか、あとはドリブル面だったりとか、いろいろついてるんで、まあ非常になんかミスなく、全然強いやんっていう風に感じる人は多いかなという風に思います。君はちょっと難しいですけど、ちょっと楽しみな選手です。で、そして、ボヌッチですね。まあ、ボヌッチはですね、ペースがそこまでなかったんですよね、金の時は。で、そっから、まあ、OVR も8上がりをして、まあ、ペースも多分30ぐらい上がってんちゃうかな。めちゃくちゃこの人も大きなアップグレードを果たしてですね、まあ、リアクションだったりとか、冷静さの高さっていうのも、ありますし、まあ、非常にこう、冷静な、まあ、ディフェンダー、ビルドアップもうまい。そんなディフェンダーの選手ですね。で、やっぱりね、守備力っていうのももちろん高くって、フィジカルもね、ある程度あるっていう、そんな選手になるので、結構ね、ダークホースかなって、個人的には思います。逆足も4ですし、本当にこう振り分ける能力っていうのが高い、そんな選手ですね。もうめちゃくちゃね、個人的には
ありだと思います。普通に強いと思うんですけど、ただ、プレイスタイルが、ちょっと残念とまではいかないですけど、もうちょっと守備のプレイスタイルがついていたら、本当になんか、化け物だったなっていう風には思うので、まあそこだけはちょっと残念やったかなという風に思います。まあただこの人も、ウニオンがどれだけ勝ち進めるかわからないですけど、アップグレをされれば、非常に強くなる、より強くなる選手かなという風に思います。でそして S と A の間にいるのがですね、ブルーノ・フェルナンデスですね、ブルーノ。まあ CL のカードで、来たんですけれども、まあブルーノもですね、結構アップグレをされたかなと思います。特にペース面はですね、OVR が2しか上がってないのに、スピード面は5も上がってるというところですね。まあ普通に、やっぱり単純に能力高いですね。まあそこがやっぱり一番あって、まあパスもうまいし、まあ非常にシュートもね、決めきる力っていうのも持ちましたね。で、フィジカルに関してもそこまで気にはならないんで、ブルーの、まあ今作、すべての選手に言えるかもしれないですけど、そんなにフィジカルめっちゃ気になるってほどでは、ないし、フィジカル数値低いですけど、そのドリブルの細かさと推進力で持っていけるなというふうに思います。あとはまあ、ディフェンス能力もあって、ある程度ちょっとバランサーみたいな、部分がある選手ですね。ただ、逆足が3。ここが、まあ自分個人は、やっぱり中盤の選手なんで、パスが上手かったとしても気になる場面っていうのは、出てくるかなっていうふうに思いますね。なんで、少し、落としましたね。で、そして S ですね、S。S はですね、ハーランド、そしてルイス・ディアス、そしてサカ、そしてオシメン、この4名ですね、この4名を入れました。ハーランドに関してはですね、やっぱり強い。もう明らかに強い。まあ、金でもね、自分は強いと思うんですけど、決定力だったりとか、その理不尽さっていうの、まあ、フィジカルの強さっていうのが、あって、まあ、個人的には割と好きな、タイプの選手になって、そこからやっぱり OVR がね、上がって、あとはスキルが4になってるっていう、スキルがプラス1上がり、してる。ここ結構でかいかなと、いうふうに思いますし、まあ逆足は3で入らない時もまああるんですけど、それでもまだ3の割にはかなり決めきってくれてるかなと、いうふうに思いますし、まあシュートに関しては問題は、ないですね。で、フィジカルに関してもっていう感じなんで、まあ個人的にはかなり強い、選手になりますし、まあ言わずもがな S かなというふうには思いますね。金の時の使用感が自分的には結構良かったんで、まあそこから、まあ92になると、まあ当たり前に強いなというふうに思います。で、そして EL ですね。リバプール、ルイス・ディアスですね。ルイス・ディアス。ルイス・ディアスはね、まあちょっと意外に思われるかもしれないですけど、やっぱりね、今作はですね、非常に、まあ足が速くて、ドリブルも軽くて、パスも上手いっていう選手なんで、前線としては十分強いですね。で、4-4っていうので、まあ逆足もスキルもある程度持ってるという選手。で、あとはプレイスタイルもですね、非常にこの人は良くてですね、まあテクニカルを持っていたりとか、あとはクイックステップ持っていたりとか、その本当にドリブルの軽さ、細かさだったりとか、あとはそれとまたちょっとこう、緩急をつけたようなスピードの速さ、単純な速さっていうのもあるんで、本当に相手を置いていけるっていう、そんな選手になるので、やっぱそういう選手っていうのは非常に強いなと、いうふうに思います。で、まあ、オペンダだったりとかの時も話はしたんですけど、まだ開幕で、まあ、そこまでスキルムーブっていうのが、まあ、5なくてもいいっていう、まあ、状況になってるので、まあ、スキルが4でもですね、個人的にはかなりこの人は強いなというふうに感じます。で、そして、サカですね、サカ。で、サカはですね、かなりもちろん能力のアップグレードっていうのも、されてるんですけれども、この人もスキル逆足っていうのが変わってます。どちらも変わっていて、3-3から4-4に、なっているというところが、まあ非常に大きなアップグレーポイントかなと思います。で、サカもですね、個人的に金のサカは、まあ使用感が、良くって、まあドリブルも軽いし、で、普通にまあスピードもある程度あるしっていう選手ですね。で、逆足が3なんですけど、この人もまだ、まあ、ハーランドほどとは言わないですけど、逆足で決めきってくれる試合っていうのがあったんで、まあ、それが単純に4になるっていうのは嬉しい、ところですね。で、スキルも3から4っていうのは結構大きなアップグレードになるので、まあ、ここも非常に素晴らしいなと
思います。で、やっぱり前線の選手として、もちろん、こう、決定力とか、スピードとか大事なんですけど、パスもね、ちょっと大事にはなってくるので、その中で、ちょっとこう、パス能力も高いっていうのが、嬉しいなというふうに思いますね。ちょっとね、ルイス・ディアスとは違ったサイドのタイプというか、にはなるんですけれども、どちらも使いやすくですね、同じランクにいても自分はおかしくないかなというふうに思います。で、そして、推し面ですね。最後、推し面。金もね、強かったんですよ。で、そっからアップグレをされたってなると、もちろん当たり前に強いんですけど、一応タイプ的にはハーランドと同じようなタイプの選手になりますね。でかくて速くてっていう選手に、なるので、個人的にはこの人もちょっとこう理不尽さっていうのは、感じられるなと思いますね。で、スキルがね、3で、逆足が4っていう風なことなんですけど、やっぱりその中で、スキルでなんとかする、ドリブルでなんとかするっていう選手ではないですね。やっぱフィジカルだったりとか、やっぱりこう球際のところでガツンと当たって、先に触ったりとかして抜け出すっていう、そういう風な使い方が一番、いいんですけど、やっぱそれが一番理不尽さをね、感じられるかなと、思いますし、ハーランドよりは若干、推し面の方が、落ちますけれども、それでも今のこの環境下の中ではですね、非常に強いストライカーかなというふうに思いますね。推し面もハーランドもですね、ジェコのちょっと上位互換だというふうに思ってもらえれば、いいんじゃないかなというふうに思います。という感じで、こちらが RTTK のティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。